こんにちは、月島です。今回は RME のオーディオインターフェースをコントロールすることができるアイテムの Arc USB を購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。RME のオーディオインターフェースは Total Mix FX というソフトウェアで入力や出力などをコントロールします。とても便利なのですが、Total Mix FX はマウスで操作することで事故が発生するリスクがあります。それに関してはまた後でお話しします。今回の動画は6つの項目です。開封、内容物の確認、外観のチェック、購入した理由、やらかした事故、最後にまとめです。それではまず開封をしていきたいと思います。内容物の確認です。Arc USB 本体、キーラベル用ステッカー、日本語ユーザーガイド、保証書、USB ケーブル、ステッカーです。外観を見ていきたいと思います。ボディ全体はアルミ製だと思います。とても堅牢な感じがしますし、高級感もあります。ただ各ボタンが浮いているような感じで、本体を揺らしてみるとカラカラ音がします。これはすべてボタンが動いている音です。ボタンのクリック感はしっかりとあります。各ボタンの下にはデフォルトで割り当てられている機能が表記されていますが、設定で自分の好みの機能を割り当てることが可能です。割り当てを変更した時用にラベルシールも付属しています。1段目と2段目にスナップショットが割り当てられていますが、私は今のところスナップショットは使用していないので、マイクゲイン等に設定します。中央のホイールは回してみると微妙にクリック感がある感じです。もう少し高さがあると回しやすいかなと思います。ホイールは旧モデルのリモートコントロールの方が私は好みです。こちらの方がちょうどいいクリック感と抵抗感で回しやすい感じがします。ベビーフェイスプロです。これのホイールは Arc USB とほぼ同じタイプだと思います。本体上面には USB 端子があります。本体右側にフットスイッチ用の端子があります。サイズは旧モデルとの大きさの差はこんな感じです。ベビーフェイスプロと比べるとこのようなサイズの違いになります。重さは 300g です。今回 Arc USB を購入した理由は、私が持っている Fireface UCX と Babyface Pro の両方で使用できるからです。Fireface UCX はデスクに固定して作曲やミックスの時に使用。Babyface Pro は動画収録する時の音声や防音室でボーカルやアコースティックギターをレコーディングする時などに使用しています。RME のオーディオインターフェースはとても性能が良く、ずっとメインで愛用しています。ただ、Fireface UCX を見てもらえばわかると思いますが、物理ノブが一つしかありません。これでもある程度操作はできるのですが、やはり不便です。たくさんある入力や出力、録音時のゲインコントロールなどは Total Mix FX というソフトウェアで行います。もともとアドバンスドリモートコントロールというこのコントローラーを使用していましたが、これは Fireface UCX に直接挿して使用するもので、Babyface Pro には使用できません。
Arc USB はパソコンの USB 端子に接続してトータルミックス FX をコントロールしますので、Babyface Pro でも使用できるのでいいなと思いました。また、旧モデルよりボタンの数が倍近くに増えたのも購入を決めたポイントです。やらかした事故のお話です。これも Arc USB を購入した理由の一つなのですが、マウスでトータルミックス FX を操作するとミスが起きる可能性があります。以前、リファレンスのすすめという動画で IK マルチメディアの Arc システムについての動画を収録していた時に事故が起きました。撮影中に音を出しながらマウスでトータルミックス FX を操作していた時に少しだけアウトプットの音量を上げたつもりがマウスを離した瞬間にボリュームが0デシベルまでジャンプしてしまい、とんでもない大音量がスピーカーから出ました。もうスピーカーが壊れたと思いましたし、私も一瞬パニックになりました。結局マウスで操作するとそういったことが起きる可能性があります。なのでそれ以降は必ずコントローラーを使用するように心がけています。次はまとめです。いかがだったでしょうか。私の勝手な想像ですが、高級なオーディオインターフェースほど物理ボタンが少なくソフトウェアでコントロールする感じがします。ただ、マウスで操作すると何かの拍子にボリュームが急に大きくなったりすることもあるかもしれません。オーディオインターフェースとスピーカーの間にモニターコントローラーを導入することも考えたりしているのですが、操作手順のリストを作成してとりあえずはこのコントローラーを使用して操作してみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。